ちは、高森です。大企業を辞めたいと感じる理由なんだけど、いろいろあるよね。まず1点目は、同期が優秀っていうところはあるよね。これ散々動画で言ってるんだけど、仕事できるっていうのはね、もちろんあるんだけど、人生の進め方もうまいよなって思わせるよね。学生時代から、付き合ってましたわ、みたいなので、3年目、4年目ぐらいになると、みんなそうすべきみたいなルールが裏で決まってんじゃないのかなって思わせるぐらいにみんな結婚したり、育休に入ったりしてて、淡々と人生進めてんなーっていうのが、すごいなって思うよね。ワイみたいな結構人間関係が不器用というか、ちょっとうまく振る舞えない人間にとってはそういう環境ってある種自分の劣ってる部分を見せつけられる環境にあるわけなので、いやちょっとこうきついな、仲間いねえなっていうのが、若干やめたい理由につながるよね。2点目は、これ会社にもよると思うんですけど、給料があんま伸びないっていうところですね。爆発的にお金稼げないというか、多分思ってたよりかは裕福な暮らしってできないんだなっていうのがありますね。大企業勤務とはいえ。別にここ伝え方難しいんだけど、裕福な暮らしがめっちゃしたいとか、お金に羽振りよくやりたいとか、そういうのは全然なくて、もう安定して堅実に人生を進めていければいいのかなっていうのは、真から思ってるんですけど、とはいえ、年次を重ねるにつれての給与の伸びがあんまりなくて、徐々にコスパ悪くなってくるなというか、給料これでいいのかなっていうのが、だんだんとね、感じ始めるようになるっていうのがあるよね。これ自分の市場価値をうまく理解できてないっていうところから来る悩みでもあると思うから、転職的なことを若干してみて、自分の市場価値をね、一旦客観的な数字として捉えてみて、やっぱ自分こんなもんだなっていうところで、真に納得させるっていうのもありかと思うんですけど、やっぱ同じ会社にずっと居続けるとそういう感じのお金回りの悩みみたいなのが出てくるっていうので、将来的なね、年収っていうのも上司とかを見てれば分かりますからね。どういう生活水準になって、で、仕事はどんぐらい大変かみたいなのが、目の前で見えるわけですからね。そこで漠然とした不安みたいなのがあるよね。全然数字でこれまでの給与水準でこう着実に伸びていくと、安定して暮らせるよねっていう試算はできるんだけど、さりとて漠然とした不安みたいなのが、大企業の特有の閉塞感みたいなのも相なって、あるかなっていうのがあるね。あと3点目、これで最後にしようかと思うんですけど、業務内容がやっぱり自分で決められない部分が多いのと、付帯業務も結構多いので、その辺で、自分何やってんだろうみたいに思う時が、たまにあるというか、よくあるというか、ここもさっきの市場価値の話と同じで、果たして自分がやりたいことが価値に直結するのかとか、相応の高い賃金に見合うのかっていう問いは、もちろんあるんだけど、にしてもやっぱ大企業って、コンプラ意識が高いとか、法令遵守意識が高いっていうところはあるから、それに伴う書類仕事とか、定型的な仕事が、結構あるというのがあって、何やってんだろうっていう感じで、仕事やってても、歯車感が年々出てくるっていうのはありますね。最近の若い世代ほどこう、キャリア志向が実は高いというか、専門性を深掘って、例えば市場の流動性をね、自分の市場の流動性を担保するとか、市場価値高くするみたいな思考が強いみたいな、記事をちらほら読んでるけど、自分もその系はちょっとあるかなっていう感じですね。もちろん大企業っていう組織を回していくために、そういう付帯業務ってすごく大事で、末端の作業だけしてると大切な部分が分かんなくなって、これちょっと誰でもよくなっちゃってねみたいな感じになっちゃうから、やっぱそういう業務をずっとやってる人とか、結構ね、将来大丈夫なのかなみたいな感じで、ちょっと現状の停滞感みたいなのを感じて、転職したいなとかいう思いがあるんじゃないかなという感じですね。最近の自分の大企業っていう文化に伴ってちょっとこれ大丈夫なのかなって思ってしまう理由ですね。同期が優秀っていうのと、お金の面と、仕事自体ですね、市場価値の部分っていう感じですね。
ちょっとね、やっぱわしもいい年齢になってきたから、これからの、なんていうのかな、身の振る舞い方みたいなものを結構最近考えてるんですけど、なかなか難しいですね。やっぱ今いる会社っていうのもかなり待遇はいい方だと思っていて、かつ、業務負担みたいなのもあんまりね、個人的にはきつくないっていうのがあるので、コスパは結構いいのかなと思うんですね。仕事はぶっちゃけ、経験もあるんですけど、ある程度楽に流せる部分もありますし、休みとかもね、今日有給取りますみたいな感じで取れちゃうんで、結構いい環境なんですよね。であるがゆえにこう、なんかこんなぬるいって言ったらあれなんですけど、なんかズブズブと沼に浸かっていくような感じの環境でずっといて、自分将来大丈夫かなみたいなのは、いや、漫然とあるよね。